Welcome to Radio Free Japan, coming to you from behind the Orange Curtain of Southern California. Your host, California こんにちは。レディオフリージャパンのカリフォルニアローズです。日本の皆様、今日もいかがお過ごしでしょうか。レディオフリージャパンが何をやっているかを白板に書いております。主に日本のプロパガンダのニュース、プロパガンダに凝り固まったニュースで、洗脳されてしまっている頭を、なんとか切り替えていただきたく、この動画を始めております。なぜならばアメリカと日本が私は大好きだからです。はい、先日トランプ大統領の、就任2ヶ月後の史上最高の大統領施政方針演説が行われました。結果は75% 以上の国民が、感動したと、良かったと、大成功だったという評価をしました。トランプ大統領の議会演説は圧巻でしたと。その圧巻すぎて反対派の人々を惨めにさせてしまったという議会中もカメラで映されていましたけれども、その民主党側に座っていたほとんどの人がうつむいてスマホをいじっていたり、あっちの方を見ていたり、居眠りしていたり、仏頂面をしている人がほとんどで、感動、大統領のスピーチに感動している反対側の人たちとは大違いで、反対派の中にも数十人ぐらいは、数十人もいなかった10人ぐらいは立ち上がって手を叩く拍手をする人も見受けられましたけれども、ほとんどの人がそっぽを向いているような状態でした。そして始まった時には下院議員のアル・グリーンという人がもう稀に見る無礼な行為をして立ち上がって大声で叫んで、大統領を罵倒して持っていた杖を大統領の方に向けて、罵倒し、そして、マイク・ジョンソン議長に、怒鳴られて、担ぎ出され、引っ張り出されました。追い出されました。当然ですね。もう本当に恥ずかしい、大人としてすごく恥ずかしい行為。そして大統領に対して、アメリカ議会に対して、それからアメリカに対してのとんでもない無礼な行為だったから、あまりあんな大きな声を出さないジョンソン議長もかなり怒っていて、大きな声になってしまい、おっぽり出されましたが、結果は大成功で、例えばいろんな人の体験談を大統領がしてくれたんですけれども、例えば13歳の男の子、この子は6歳の時に
がんを宣告されてあと半年しか生きられませんよとドクターに言われたんですが、それから7年半生きていて、まだで今13歳だったんですが、トランプ大統領に議会演説に呼ばれて、来ておりました。で彼は、ハリケーンの時に、警察官がとても親切にしてくれて助けてくれたことをに感動して、大きくなったら警察官になるんだという夢を語っていたのを大統領が聞きつけて、その議会演説会に呼び、そしてその場で、ショーン・カランさんは、シークレットサービスの長官ですけど、ショーン・カランに、カランよ今ここで、彼にデイビッドだったかな、デイビッド君に、今ここでシークレットサービスのメンバーになることを任命しますから、彼にバッジを与えてください、あげてくださいと言って、そこで彼がデイビッドに、バッジを、シークレットサービスのメンバーになったという証のバッジをあげました。そしてデイビッドがショーン・カランに抱きついてみんなが感動したというのがあったり、それからあと女性スポーツに性転換をした元男性がバレーボールの試合に出て、相手の女性の顔にアタックして、その女性もトランプさんに呼ばれて議会演説にその場に来ていたんですが、その人は今も後遺症が残り、かなりのダメージを受けて、選手生活を絶たれた人がいたり、そのような、それも全てバイデン政権によって決まった政策によって起こった見返りなんだということを国民に知らせたわけなんです。などなど、このような話で、議会会場の、議員たちも感動させ、国民も感動させ、スーパーボールの時よりも国民はみんなテレビを見ていたんじゃないかと思います。大変大成功だったと思います。以上です。